6時じゃないか、5時40何分かの、待合室です。暗い。寒い。行ってきました。東京。日帰りで。GO コレクションと高円宮コレクション。よかったですね。うん。見てよかったです。移動は辛かったですけど、結果は良かったです。うん。一番見たかった GO コレクション。郷清之助という方がですね、272点ぐらいかな。昭和の17年に、現東京国立博物館に一括寄贈された、その郷コレクションの、展示を見ることができてね、本当に感動しました。やっぱり、根付っていうのは、こういう本で見るより、実物で見た方が、全然いいですし、写真ではやっぱり本当の魅力の半分伝えられたらいいんじゃないかなぐらいで、やっぱり何倍もね、2倍も3倍も実物の方が良かったです。ただちょっとね、照明の関係か暗いなっていうのはちょっとありましたけど、特に木彫根付は何ですかね、ちょっとこうなんかこう茶色っぽい、染めの関係なのか、なんか時代なのかわかんないですけど、ちょっと暗い色をしてるものが多いので、一応単眼鏡を持ってったんですけど、ちょっと見づらいなっていう部分もありました。ただですね、本当に後ろに回り込める展示でもあったので、後ろからもですね、まじまじと根付を見てきました。ただ思ったのは、こう総じて、紐穴が小さいかなと。で、実物を見てこう、いろんな作品を見て思ったんですけど、やっぱりこう近代の根付に慣れていると非常にコンパクト、小さい。だから余計こう魅力というものが増しているような気もします。同時にですね、造形の類が多くて、非常にこう細密なすっごい細かい彫刻を施しているんですけど、同時に細かいっていうことは場所によってはちょっとこう強度が怪しいなっていうところも何点かはそういうのが見受けられました。ただやっぱり総じて、素晴らしい技術で彫られた、そしてコミカルな衣装というか、デザイン、よかったですね。で裏側も見れたのが本当に良かったです。なんだろうな、行ける人は行くべきですね、これ。もともとその僕は根付にこの実用の美というものを強く求めているタイプなので、ちょっとこう華奢だなって思うのは作り手としては少し気にはなりましたけど、ただ本当にそこまで掘れるのかというなんだろうな、根気と努力と技術、そしてこのそれによって、どう見せるかっていうところまで考えられたデザインというかね、どう見てほしいかっていう、だから本当にこう
まあこれはすごいものだなと、根付というものはすごいものだなと、まさに手のひらの中の芸術であり、もうただただ縮小の美学というものをですね、我々に教えてくれる素敵な題材なんだなと、なんかうまいこと言えてないですけど、とにかく感動したっていうことですね。でまあ高円宮コレクションも行ってまいりました。うちのって言ったらおかしいな、僕が習っていた先生の作品もありましてね、実物を見れて本当に感動しましたね。あと亡くなった方の作品も結構ありまして、そういった方々の作品に触れられるというものは見る機会があるっていうことはですね、貴重なので、これもまた隅々まで見てきました。まあ本当に、ただですね、やっぱりこう何回も言いますけど、実用するのにその引っかかりはどうなんだっていうような作品もありましたね。これはまあ個人的なこの好き嫌いというか、まあポリシーというか、まあ感じなので別にこう僕の勝手な意見ですけど、まあでも本当に、こだわりとですね、刃物の強弱、いろんなものが詰まった作品展でしたね。まあ、これも何回も言いますけど、見れる機会がある人はですね、実物をぜひ足を運んでほしいと思いますし、今回の展示に限らずね、身近にそういうものを見れる場所があるならば、一度足を運んでみてください。きっとですね、思っている以上の感動があるんじゃないかなと思います。まあ今回のこの経験をですね、僕も自分の作品作りに生かしていきたいなと思います。生かさなきゃいけないですしね。まあ日帰りで、行ってきたまあなかなか体力的にはしんどい旅というか、まあ移動でしたけど、まあ結果良かったです。まあこれからもですね、作品作りに励んでいく中で大きな力となっていくだろうと思いますので、まあ皆さんもですね、こうぜひぜひ、僕の作品作りを見守っていただければなと思います。ありがとうございました。